ジュドーの末裔が生み出したと言われる機体コンセプト X612 ターン X。ターン X はテレビアニメターン A ガンダムに登場したモビルスーツです。物語終盤で本大将ことリム・ギンガナムが登場し、ターン A ガンダムなどと激しい戦いを繰り広げた機体です。今回はそんなターン X について解説させていただきます。このターン X すごいよ、さすがターン A のお兄さん。テレビアニメターン A ガンダムは1999年から2000年にかけて放映された作品で、これまでのガンダム作品と異なり、過去の文明の産物が失われて長い年月が経過した地球や月が舞台となっています。ストーリー自体が全体を包み込む牧歌的でノスタルジックな雰囲気から、ガンダムの世界名作劇場と評されることもある作品です。人類の幾多にも及ぶ宇宙戦争の歴史を黒歴史と呼称して、全てのガンダム作品が最終的に行き着くガンダムの総決算という位置づけの作品となっています。ターン A ガンダムの世界は西暦すなわちコレクトセンチュリーの世界となっていますが、コレクトセンチュリー以前、黒歴史と呼ばれる様々な宇宙戦争が起こり、最終戦争の終局でターン A ガンダムの月光超システムによって多数のナノマシンが散布された結果、多くの機械類が分解され、地球上では人類が文明を失ったという設定になっています。地球圏の文明が葬り去られた後、地球の文明を再興するべく地球に住み続ける人々と、新天地を求めて外宇宙へ旅立ち、月へ移住する人々に分かれました。そのため、地球に住む人々の技術水準が低い状態となっていることから、19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカやヨーロッパをモデルにした舞台設定とされており、一方でナノマシンの影響を受けていない月では高い技術水準となっています。そして時はコレクトセンチュリー2345年、月の民であるムーンベースは地球に帰還するべく地球降下作戦を開始します。アメリア大陸のイングレッサ地方の支配層と交渉を進めるも、交渉が決裂したことから地球人とムーンベースの戦争が始まるのでした。コレクトセンチュリーにおいてマヒローやスモーといった一部のモビルスーツは月で開発されていますが、モビルスーツや兵器の一部は月光町のナノマシンの残滓によって大地の中に埋没されたロストテクノロジーとなっており、そういった黒歴史の遺産が埋没している地をマウンテンサイクルと呼びます。マウンテンサイクルは地球や月の各所に存在しており、ターン X は月のマウンテンサイクルから銀河ナム家によって掘り起こされた機体です。設定が意図的に曖昧な表現になっており、アニメ本編の中でも特に謎が多い機体で、開発元や開発コンセプトなどは不明とされています。型式番号であるコンセプト X612 はプロジェクト6ディビジョン1ブロック2という意味を持ち、この番号から度重なる改修を受けた機体と推察される機体です。左右非対称な姿が特徴的なターン X ですが、これは改修の際に本来の補修パーツを入手できなかったことからこの姿になったとされています。胸部に X 字を持っており、データコレクションターン A ガンダム2007によると、これはマーキングではなく過去の戦いで受けた傷であり、ターン X の自身のナノマシンで自己修復可能であるにもかかわらず残っているとされています。マニュアル通りにやっていますというのはアホの言うことだ。ターン X はターン A ガンダムと兄弟機にあたるターンタイプの機体であり、機体同士が接近するとコックピットにターンタイプのマークが表示され、胴体の傷が発光するなどの共鳴現象を起こすようになっています。ターンタイプはこの X1 機があればよい。走行面では強力なアイフィールドビーム駆動で常時高出力のバリアが張られている状態のため、基本的にビーム兵器によってダメージを受けることはない仕様となっている上、アイフィールドによりビーム防御としては非常に優秀で、モビルスーツ部隊のビーム戦車を走行表面にて受けるのではなく、機体周囲のエリアで消失させてしまうほどの性能を誇ります。武装としてはまず背部にキャラパスと呼ばれるウェポンプラットフォームを装備しています。ビームライフル、バズーカ、ハンドビームガン、3連装ミサイルランチャーの4つを装備していますが、劇中ではビームライフルとバズーカのみが使用されています。本来の装備ではない武装を取り付けていたとする説や、内部にカラの部分が多く未発見の武装も存在すると言われています。キャラパス自体もアイフィールドビーム駆動を備えているため、盾として使用することも可能となっています。
右腕部には溶断破砕マニュピレーターを搭載しています。オリジナル機として描かれたターン X では、人間の指に近い通常のマニュピレーターが考えられており、胸の傷もありませんでしたが、最終決定したターン X の右腕には、多種多様な使い方ができる武装が装備されました。多彩なビームを打ち分けられる上、ワイヤークローを発射することも可能であり、さらには、高出力のビームサーベルとしても機能します。ビームサーベルを形成しているのか、アイフィールドを形成しているのか、書籍によって解釈が異なりますが、ターン A のシールドやボトムを粉砕するほど強力な兵装となっています。なるほど、シャイニングフィンガーとはこういうものか。ターン X は独自の機能として頭部、剣部、腕部、胴部、腰部、脚部に分離、合体する機能を持ちます。敵機の攻撃の回避だけではなく、ブラディシージと呼称される頭部以外の全パーツに仕込まれているビーム砲でのオールレンジ攻撃が可能です。劇中ではビームサーベルを回避するために分離したり、敵の組み付きからの脱出にも使われたほか、オールレンジ攻撃を行うといった使用がされています。また各パーツで敵機を包囲し、強力な磁場を発生させて敵を拘束し、データ収集しながら内部にダメージを与えるなど特殊な使い方も可能です。お主の生体反応のデータを取りつつ、神の世界への引導を渡してやる。劇中でターン X はターン A ガンダムを拘束し、データ収集を行うことによってターン A ガンダムの持つ月光超システムの力を取り込みました。その後ハリオードとポウエイジの相撲2機と交戦し、アイフィールドによる金縛りを仕掛けられましたが、逆にそのエネルギーを吸収し、月光超を発動させました。月光超である。ターン X の最大の特徴である月光超は、ターン A ガンダムのデータ収集で取り込んだシステムとされる一方、もともとターン X が備えているともされるシステムです。月光超の実体は無数のナノマシンで構成されており、あらゆる人工物を砂状に分解するという能力があります。劇中ではコレンのカプルを巻き込んで撃墜し、その後全方位へ拡散されそうになりますが、ソレイユと相撲部隊のアイフィールドバリアによって拡散は食い止められました。おのーれ。ターン A ガンダムは他のガンダム作品とは異なる独特な世界観から賛否両論を生み出した作品となりました。産業革命時代を思わせる古風な地球へ、別世界である月から移民を行うという民族紛争を思わせるストーリーの中で、人の生死よりも政治的な駆け引きが多く描かれています。個性的なキャラクターが数多く登場する本作ですが、中でもターン X のパイロットであるギム・ギンガナムは特に突き抜けた個性を持ったキャラクターでした。ムーンレイスの社会において武力を司るギンガナム家の末裔であり、ムーンレイス軍の総帥を務めます。ギンガナム艦隊は2500年もの間、文明を手に入れて宇宙へ侵攻してくる地球人を想定した軍事演習しか行っていなかったので、実戦経験のあるディアナカウンターに押されていましたが、ギンガナム自身はターン X に登場し、数機のモビルスーツを撃墜しました。アニメ版では最終的にターン A ガンダムとの一騎打ちで相打ちとなり、リョランと決着をつけるため2本刀で切り合うも、リョランの攻撃によりギンガナムの刀がへし折れ、その後ナノマシンの眉に取り込まれ消息不明となりました。ターン X は第38話でX トップという名の首だけが初登場しており、ニュータイプコレクション100ターン A ガンダムボリューム2によると、ターン X の左右非対称のデザインは作画が大変なので、登場は最後の2話分だけにするという案や、ナノスキンだらけのミイラ男のようにするという案まであったと語られています。さらにパイロットのギム・ギンガナムも演者である小安武人氏が、存在自体が男です。ずっと次を待ってます、監督と感涙するほどの際立ったキャラになっていることと合わさって、非常に印象深い期待となりました。我が世の春が来た。余談として、ターン X の開発経緯はマスターグレードの説明書によると、何らかの理由で太陽系外から地球圏に漂着してきた機体であるとされています。しかし具体的に誰がいつ製造したのかは明らかにされていません。そのため各種書籍では開発経緯が不明とされていますが、いつしかネット上ではジュドーアーシタの末裔が作り出した機体という説が広まっています。なぜこの説が広まったのか調べたところ、まずガンダムパーフェクトファイルによると、
ダーン X は外宇宙へ旅立った人々によって開発された後、地球圏へ漂着したモビルスーツであり、さらにニュータイプのために作られた機体であったらしいとされています。そして機動戦士ビクトリーガンダムプロジェクトエクソダスでは、地球圏の度重なる戦争に嫌気をさしたグレイストークがニュータイプの同志たちと共に外宇宙へ旅立っていくという話になっています。さらにエクソダスにはジョングという機体が登場しますが、これはジオングの機体コンセプトを参考にし、さらに頭部、胸部、腕部、下半身と分離してオールレンジ攻撃が可能な機体としてグレーの前に立ちはだかっています。そしてターン X のデザインコンセプトはジオングとされており、さらに書籍ミードガンダムによると、ターン X のデザイナーであるシドミード氏とサンライズのデザインコンセプトの議論の中で、ニュータイプとビットなどの専用兵器に関するイメージの共有が行われ、ターン X の分離機能が誕生しています。こういった状況証拠から推察して、ターン X は外宇宙へ旅立ったニュータイプたちの末裔と思われる者たちが作り出した機体という説が、いつしかネットでは非公式な開発経緯として広まるようになったのかもしれません。他にもターン X は量産機という説もあります。これは各パーツの分離機能が破損部位の迅速な交換を目的としていると考えられることや、外宇宙から漂流してきたにもかかわらず開発した勢力が回収していないことからワンオフ機ではなく量産機であるという説などもあり、ターン X は謎が多く残されている機体となっています。タブーは破るためにあるとな。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。